こんにちは、ケイです。今日は編み上がったこちらのプルオーバーと今編み始めているタンクトップについてお話ししたいと思います。まずこちらのパターン名はアサギヌプルオーバーと言います。デザイナーさんは野呂栄作さんのデザインになります。こちらのプルオーバーが最近完成しました。サイズは1つしかなくフリーサイズとなっています。今日はジーンズと合わせて着ていますが、スカートでも合う一着ではないかなというふうに思います。こちらのプルオーバーの編んだ糸をご紹介したいと思います。こちらはパターンと糸をキットで私は家族からプレゼントをしてもらいました。こちらの糸になります。名前はアサギヌという糸で、リネンが 69% で和紙が 30% でナイロンが 1% 入ってる、そういったお糸になります。組成がリネンや和紙が入っているので張りもあって硬さもある、すごく夏に向けた衣類が編める糸になっていると思います。こちらの糸で編んだ着心地はとてもリネンの組成や和紙の組成が入っているからだと思うのですが、すごく落ち感もありますし、あと軽さもあってとても着心地がいい一着になっています。で、編み地は私は8号の針で編んだのですが、指定は6号だったのですが、私はゲージを取ったところ8号で、指定のゲージが出ましたので8号で編んだのですが、風がちょうど出入りするような編み目になってて、すごく涼しい一着になっています。で、編み方は、前面も、後ろの、後ろ身ごろのパーツも表編みがほとんどの編み方になってます。真ん中の後ろ身ごろの真ん中の部分だけ透かし模様が入っていて、掛け目と二目一度で編んでいく手法になるのですが、それほど難しい編み方ではなく、割と簡単な手法で編める、そういう編み方だったと思います。構造としては日本の編み図がパターンでしたので、各パーツを編んで最後組み立てていくという、そういった構造になっています。で、私は、半袖のタイプのパターンでしたので、それほど時間がかからないと思ってたのですが、久しぶりに日本の編み図を編んだのでとても時間がかかりました。で、日本の編み図は前身ごろと後ろ身ごろで袖、各パーツを編んだ後組み立てていくという、そういった構造になっているのが多いと思うのですが、特に時間がかかったのが3回失敗をしてしまい、大きい失敗を3回して3回ほどくことになりました。で、1回目は、透かし編み、後ろ身ごろにある透かし編みなんですが、編み目の目数が違っていて、最後の瞬間までそれが分からず、後ろ身ごろのパーツを全て編み上げた後に気がついて、とても勇気がいったのですが全部ほどくという、そういったことになりました。で、2回目は、この脇下にある身ごろの結合する部分の段数が違っていました。で、これはデザインにも大きく影響するので、やはり間違えられないと思いまして、中盤あたりでそれは気がついたのですが、やはりほどいてまた編み直すということになりました。で、3回目のほどいた原因は、肩の引き返し編みの部分と、減目減らし目をする部分に誤りがあることが分かりましたので、もうその部分はすぐ躊躇なく、ほどくことができました。これほど何回も間違えて、編み直さなければならなかったというきっかけになったのは、やはり日本の編み図を読む力が落ちていた、忘れてしまっていたことが
大きい原因にあるかなというふうに思います。海外の文章パターンを最近はよく編んでいましたので、日本の一つのA4 サイズの編み図から、各パーツの横にある記号だったり数字だったりセンチを読み解いて、で、上の方にある文章が4、5行ほど書かれているのですが、編み進め方の指示なんですが、それを読み解いたり、各パーツにある指示を読み解いたりする、それにとても時間を要しました。日本の編み図に触れる機会が最近は少なかったので、こういった時間がかかったり、あと何度も編み直したりすることが出てきてしまったんだなと振り返りをしています。ただ日本の編み図の良さも改めて実感しました。私は時間がかかったのですが、そういった各パーツを編んで、最後に組み立てていくことによって、すごくしっかりした、一枚が一着が出来上がりますし、よれたりずれたり、洗濯で歪んでしまったり、あと形がずれてしまったりということもなく、しっかりした構造になるのはやはり各パーツを編んで組み立てていく、そういった日本の編み図というか、そういったパターンの良さがあるのかなというのは改めて実感したところもありました。で、着心地はとてもいいので、すごく満足しています。ノロエ作さんの糸は夏の糸の組成がたくさん入っていますので、これから夏本番を迎えるにあたって大活躍するのではないかなというふうに期待もしますし、またこの色合いは自分ではなかなか選ばない色合いなのですが、夏ぜひ楽しんでいきたいなとも思っています。次は今編み始めたものについてお話ししたいと思います。こちらの今ちょうど襟ぐりの部分を編んでいるのですが、サバイトップというパターン名になりまして、デザイナーさんはスザンネ・ミラーさんという方になります。編んでいる糸はこちら湯沢屋さんで購入しましたネイチャーロールという毛糸になります。蘇生は綿が 53% で竹繊維が 33% で麻が 14% 含まれている夏糸になります。こういったミントグリーンの爽やかな色で編めるのも楽しみの一つになっています。本格的な夏に向けてタンクトップが欲しいと思っていたので、探していたところ人気のあるサバイトップが目に入り、ぜひ編んでみたいなと思い選びました。で、サバイトップは2種類、ナンバーワンとナンバーツーという2種類がありまして、私はナンバーツーの方で襟の方がシンプルなデザインの方を選んでいます。スワッチも編んでいます。はじめ 4.5 ミリで編み始めたのですが、水通しをするとこの生地が膨らみましたので、4.4 ミリの針に変えて編み始めました。面の、落ち感もあって、また竹繊維や麻の爽やかなさらっとした風合いもある、そういった生地になりました。どんな一着ができるかとても楽しみにしています。今日は完成した麻絹プルオーバーと新しく編み始めたサバイトップについてお話ししました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。完成品について、また皆さんが今編んでるものについてコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。